さて今日は直哉くんをお迎えしました。まず出会いの話は多分みんな聞いたらびっくりするだろう。そうですね。ねえ、あれは直哉がまだ高校生さっきね調べたらね2011年の10月6日出た写真があるよちょっと待って、これは僕の地元の町田にね、太郎さんがツアーでお越しになった時に雨降りしきる中、そうだ、そうそう、はい、で楽屋を訪ねてくれたっていうことだね。楽屋で待っててくれたって。楽屋出待ちです。出待ちだよな、はいそうだ、そう出待ち、はい。もう豪雨の中、少年一人佇んでみたいなところをね、覚えててくださって、そうそれが出会いだ。はい。16年経って15年経って、はい、なんか一緒に仕事をするようになりました。いや本当にもう当時のね自分に言ってあげたいですよ一緒にやってるよってあの曲この曲やってるよって。そうだね、いやでも本当に僕それは話はなんか自分でもとてもなんかハートフルというか、面白いねと思うね。いやなかなかに感謝でございます。こちらこそですよ。はい。でまあその頃から直哉くんはずっと音楽をやっていたわけだよね。はい。まず音楽を始めたきっかけ、そして何歳ぐらいからどういうことをやってたんですか？そうですね、僕が3歳の頃に、大阪の豊中に住んでいまして。あら、隣町だね。僕吹田市だから。そうと、あらその辺もあるのか。そうなんです。でそこでまあ小学校でそのディズニーの映画の上映会みたいなのをね、そのちっちゃい子向けのものをやってて、それが白雪姫だった。でそれを結構集中して見ていたのを見た母がちょっと音楽興味あるかなって。母も音楽好きなんですよ、でじゃあちょっとやってみるかって言って4歳でヤマハのお教室に通って、で小学校1年でエレクトーンに出会いというのが始まりかな。はい。エレクトーン結構じゃあもう夢中でやってたわけだ。そうです。やっぱり自分で音をね作って、ジャズも好き、ラテンも好き、オーケストラも好きっていう中で、やっぱり自分のやりたいことを音にするっていうのは、それこそ小学校の頃エトピリカ弾いてましたよ。それはやっぱり感慨深いですね。そうだね、それを今回はねアレンジしてもらってるんだ、で一緒に演奏もするってことになってるわけだから。エレクトーンの世界ってでもさ、もうその間口がまず広いじゃないですか。この日本という国ではヤマハの音楽教室でさ、でかという反面もう一つの一面としては割とクローズドの世界でもあるわけじゃない。少しさ独特と言っちゃ独特じゃん。そうですね。片やクラシックのこのなんだ音大にこう行くようなとまた違う感じがあるでしょ、でこれそのエレクトーンの世界でわーっと割と有名になっていったわけ。スタープレイヤーいるじゃないですか、ヤマハのスターって。そういわゆるねスタープレイヤー、で僕はねその、エレクトーンでずっとやっていこうとはあんまり思ってなかった。なるほど。でそれは小学校の頃にそのバイオリンをとかジャズバイオリンとかね、聞いて耳コピして弾くのにハマって、やっぱり生楽器好きだなって思って、で中高5年間、オーケストラ部でバイオリンを演奏しまして、その中でやっぱり部員のねみんなに楽譜を書いて一緒に演奏する、そうするとやっぱり人と何かを音楽をすること、うわ素敵だな、あと自分で書いたものが、ラブレターみたいに音になるっていうのは素敵だな、じゃあ作曲家に行ってみようかなってで東京音大に、行きましたね。すごいね。でもその中高の時にその自分たちのオーケストラのための編曲をするってのは、とっても正しいコースだよね。なんかさ、音楽家としてさそこに興味を持って自分が使える、今もね自分のポップスオーケストラやってるけど、それの原型がもうそこにあったわけだじゃん。本当にそうですね、原型ですね。それこそ太郎博士メドレーをやってましたよトゥーラブユーモアとかエトピリカとか情熱大陸2000なんとかとか言って、でひまわりもやりましたし、もう本当にだからね、本当に太郎さんは僕の音楽人生の中でなくてはならない。いやありがたい話ですけどね、でもこうやって出会えてまたよかったね。おっしゃる通りですね本当にね。だからそれもう本当に東京音大行ったってのもあるけど、もうその頃からキャリアスタートしてるんだもんね。そうですね。その大学院ね4年生の時に、
玉置浩二さんのオーケストラアレンジをやらせていただきまして、それが一発目、一番初めですか？キャリアの一歩目と言いましょうかね。その年に今も続いているこの玉置さんのオーケストラツアーが始まりまして、でそこで急にねお話が来まして、びっくりしましたね。びっくりした。玉置浩二さんで、その大友直人さん指揮、東京フィルハーモニー演奏、晴天の霹靂とはまさに。それは嬉しいよね。嬉しかったですね。そこからいろんなアーティストさんをね、やるようになりました。そして言ってみれば、日本での仕事っていうのが割とどんどん増えていく中じゃないですか、そんな中にバークリー、いわゆるボストンに留学するっていうのは、これは一つのでも結構な決心になったんじゃないですか？もうおっしゃる通りで、やっぱりそのねキャリアがスタートしていろんなお仕事をやらせていただいて嬉しいなっていう中で、ただやっぱその自分の源流であるディズニー音楽だったり、映画音楽、1940-50年代とかのどこで生まれたか、アメリカだと、でミュージカルも大好き、じゃあアメリカだよねっていうところで、20代のうちにスポンジの吸収力のよりいい時に身を置きたいというふうに思って、最初はねバークリーと思ってなくて、何かしらの形でアメリカにいたい、語学留学とかね、いろんな形がある中で、でもやっぱりそのバークリーっていいんじゃないっていうおっしゃっていただいた方がいらっしゃって、じゃあ行ってみようって言ったらね、その後に留学するのが2019年なんですけど、1年前にそれこそ LA 行ってグランキャニオン行ってラスベガス行って、で今度フロリダ行き、でニューヨーク行って、ボストン行って、みたいな3週間もがっつり仕事をお休みして、それは言ってみれば、ロケハン中は視察だな。そうですね。どんなもんかとりあえずアメリカ見ようってことだ。そうなんです。で行きたいって思った。なるほど。でもさ、その仕事が結構舞い込んでいる時じゃない、要するに、でそれをさある期間休んじゃうわけだから、なんて言うんだろう、その怖さとか不安みたいなものはなかったですか？ものすごくありました。あるよね。すごく。それ正直そうだよね。でいろんな方に相談しましたもん、やっぱり。そうだよね。順調に仕事入ってきてる時にだよ、ちょっとごめんなさい、僕日本離れますわっつったら仕事なくなるもんな。そうなんですよ。でも不安の中で、良きの親が戻ってきたと思ってもらえたらいいんじゃないって背中を押してくださったアーティストの皆さんがいらっしゃって、よしこれは決心しないとって思って、で幸いそのオーケストラとか、そのアレンジをする仕事も結構多いので、向こうでできる、なるほど。それが結果ね、徹夜連続生んだわけですけれども。そうか、時差のこともあるだろうし、どんな仕事だから向こうで勉強しながらでも続けていられたってことか。そうです。日中は学校に行き、夜はスコアと向き合うと。でもそんな勉強と仕事を両立していく中とはいえ、やっぱり本番にボストンにいればいろいろ見る機会聞く機会も多かったんじゃないですか？そうです。もう僕はねボストンポップスオーケストラがもうちっちゃい頃から大好きで、その音をもうね聴けるっていう。普段はそのボストンシンフォニーオーケストラ、ボストン交響楽団としてやっているんですけれど、そのシーズン、夏とクリスマスのシーズンはボストンポップスオーケストラっていう形でやる、それをやっぱ目の当たりにできるっていうのはもう人生の宝物だなっていうふうに思いますし、その学校バークリーのね、ロビーのところでなんかちょっと柄の悪い学生が何人かいて、彼らが突然歌い始めるんですよ、ゴスペルを。最高にうまくてうわこういう場所にいられるって、うわ幸せだなって。そうだね。だから特にその直哉がずっと愛してきた音楽がそこら中にあるわけだからね、そのボストンポップスにしたってさ、言ってみればジョン・ウィリアムスが作った音楽っていうのはおそらく20世紀の映画音楽の中のどんだけの力を持ってるっていうかさ、存在感としてさ、だって我々だからこのあと100年200年経ったらさ、結局その音楽の歴史の中で彼の名前がどういうふうに刻まれるかって話だよね。もうやっぱりそのクラシックのね大作曲家って言われる人いますけど、もう間違いなくそうだよね。だから昔の要するにベルディやプッチーニのようなオペラ
どう考えてもさオペラを書いてた人たちがさ、要するに映画を作り始めたわけじゃない、音楽を、なので初めのうちはやっぱりそれこそニーノ・ロータにしてもマンシーニにしてもみんなイタリアンじゃないですか、モリコーネしかり、だからそのイタリアオペラの流れがそのままさきっと映画に移行して、それがイタリアアメリカンの人たちがどんどんやっていき、そしてジョンみたいな人たちが生まれていくわけでしょ。そうですね。いやだからやっぱ音楽室に飾られるんじゃない？それで飾られるよ絶対に。だからそういう人たちのその本場でそういう人たちの音楽をずっと聴けるっていうのは、それをまた若い時にっていうのが大きかったね。でも本当にそうです。でそのボストンはねニューヨークも近いので、もうバスに乗れば、3時間そうもう3時間ね、列車が高いのでそっかでも足しげくそのブロードウェイミュージカルに通いました。そうですか。さてバークリー思い出いっぱいあると思うんですけど、まあ大変は大変だよね、もちろん。そうですね。まずその言葉のところは、ありつつですけど、行ってね半年経ってコロナ禍にドーンだったんです。そういうことか。そう街はロックダウンになって、スーパーにも並び、でバークリーはね翌日からオンラインですって。なるほど。でみんな MacBook を持っているんですね、持たなきゃいけないというか、だからできるでしょって、オンラインで受けられるでしょってでもねアンサンブルの授業とかもみんなトラックを一つのあれに貼っていってっていう、それアンサンブルなんかっていうのはねありますけど、でもだんだんやっぱ戻ってきて、で僕はねその映画音楽のコースというか科と、ミュージカルの科を取ってたんですね、でそのミュージカルはその脚本書く生徒がいて、で作詞をする生徒がいて、で自分は作曲で、やっぱりそこの場に集まっていろんな、ディスカッションして、でその俳優を目指している子たちに歌ってもらって、でトライアンドエラーでっていうのはやっぱりクラスルームでできたっていうのは大きいなと思いますね。いや結局コンサートってプロジェクトだからさ、でそこでみんなで、言ってみれば分業なわけじゃないですか。この人はこれをやる、これをやる、それをみんなで一つの、まさしくオーケストラと一緒だけど、そうやって作るっていうことをその現場っていうか、実施でそういうことで勉強できるっていうか体験、できるっていうのは大きいね。そうですね。本当にもう刺激的、と言えば刺激的だし、課題がめちゃくちゃねやっぱり多いんですね。多いんだ。でねその初日にその歌詞を書け、英語で歌詞とメロディーを書けと、日本語でも作ったことないんだからっていう中ででその言葉のアクセントがあるじゃないですか。ありますね。ここに脅迫で一拍目を持ってこようみたいなのも考慮しながら、数日後に作ってこいみたいなみたいなのの連続で、でもそれがねやっぱりあってよかったなって思いますね。そうですか。素晴らしいね。でもねそれを決断してそこ行ったっていうのはやっぱりとても大きなことだしね。その学校の近くに住むの？その普段の生活もちょっと聞いてみたいんだけど、どんな？そうですね、一人で住んでたの？一人で住んでましたね。寮もあるんですよ、ただご飯の美味しさとかいろんなお話を聞いて本当聞いて、で僕は一人で住むで、ルームシェアというかね、自分の部屋はあるけれどキッチンとかは共用みたいなところで住んでいて、でそのなんだろうな、アメリカねいろんな人種いろんな文化の人がいて、そうだよね。でまた学生でいうと世界中から集まってくるからね。その面白さと、なんか例えばねキッチンがある時ね僕が寝てたら、なんかゴポゴポって音がするの。ゴポゴポっとどっか遠くからするんですよ、そして何かと思ったら、逆流シンクから逆流で、あっという間にねもう溢れちゃって、もうお風呂場に水すくってガーってやっても収まんなくて、で修理の人呼んだんです、で3時間経っても来ない、でようやく来た、俺じゃ直せないから友達が直してくれるよって、そうなんだって、じゃあ待つね何時ぐらいに来るからって、その日はまず来なかった。なるほど。
で翌日連絡があって気が向いたら行くよみたいななんで気が向いたらこっちは水出せないんだけどみたいな、まあでもなんかそういう大きい気持ちでいないとなっていうのはねでもね、いやそれね、僕なんかもやっぱりロンドンにそうですね、引っ越した時にいっぱい経験したもん、似たようなこと、だから日本はとにもかくにもさ、そういうところがさものすごくちゃんとしてるって変な言い方だけど、便利だし清潔だし安全だし、でしょ。そうですね。だからそれの常識で考えていると、外国行くとやっぱりかなりね、ストレスに思い始めたらキリがないよね。本当にそうね、本当にその電車の時間の正確さと真逆の世界ですよね。そうだからね、まあでもそういうことも若いうちにこう経験するっていうのは大きかったね。なんか寛容になった気がします、いろんなことに。そうだな。ちなみに初めて訪れた海外ってちっちゃい時とかは旅行とかしてた？一番ね、僕が記憶に残っているのはね、高校の時ですね。そうですか。高校の時に語学芸術研修みたいなものがあって、でそれこそルネサンスの勉強をしたり、あとミュージカルとかっていうのでヨーロッパを2週間で、ヨーロッパを高校2年生の時に、いいね。そう、パリから入ってローマ、バチカン、フィレンツェ、アッシジでロンドンに飛びで、オックスフォードでホームステイをして、最後ロンドン戻ってオペラ座の怪人。そうですか。もうね、もうパリのアメリカ人っていうミュージカル映画、僕小学校の頃に大好きになっちゃって、あの街並みを一目見たい、でそこでね、実際に行ってこの感動はもうひとしおでしたし、やっぱりロンドンでそのオペラ座の怪人、日本以外でミュージカルを見たのが初めてだった。でもオーケストラピットでオケが弾いてて、あの大好きな曲をやってるとかね、ピーターパン大好きであのビッグベンが本物だとかっていう、あの感動はもう刺激的でしたね。いいね。でもいや、我々の音楽ってやっぱりヨーロッパで生まれて、ね、育った音楽じゃないです。もちろん直哉の場合はアメリカに渡ったものがルーツっていうのもあるだろうけど、元を正せばさ、要するにイタリアだったりドイツだったりするわけじゃないですか。それをなんか17歳ぐらいの時になんかその街っていうかその国、その場所でなんかこう経験したっていうのは大きいんじゃない？間違いないですね。だよね。そこでやっぱり吸収力がね、もちろん今ももうずっとこれからね死ぬまでそうですけど、ただやっぱりその10代20代のねスポンジ吸収力っていうのは後にやっぱり数年前に僕もう一回ヨーロッパに行きたいと思って、でね、そのいろんなところを巡ったんですけど、バイエルン放送交響楽団を前から10列目ぐらいかな、ブラームス聞いたんですよ。もう信じられないくらいもううねりが素晴らしくて、やっぱりそのね10代の時にヨーロッパ行ったっていうのが、やっぱりもう一度訪れたい、そのノイシュバンシュタインにね、このディズニー好きとしては行きたいわけですよ。そりゃそうだな。そうでね、ブダペストではその作曲家の大島みちるさんと一緒に過ごしたりとか、レコーディング拝見しながら旅もしたりなんだりっていうので、やっぱりね10代が20代につながり、30代につながりっていうところをひしひしと感じますね。でもその17の時の旅で、それが今度ねボストンでの留学もあった、アメリカの旅もあった、それでまたヨーロッパ行った、それがぐっと、一周するわけじゃないですか。でもそれはきっとだから直哉の音楽、そのスコアにも出るだろうし、ね、その指揮をすることにも随分つながっていくんじゃないですか、音楽っていうものにね。そうですね、もう何も隔たりなく全部の経験がねつながるものですもんね。そうだな、素晴らしい旅をしてますね。でもね、旅は大好きです。本当だな、いい話。海外旅行の楽しみ方って言ったら何がある？そうですね、今も音楽っていうところでねお話をしましたけれど、やっぱりその土地の文化とか、歴史とか、なんていうのかな、脈々と続いてきたもの、空気とかね、もちろんグルメもそうですけど、に触れることもそうですし、僕ね建築をね全然詳しくはないんですけど、でもその建物の見るのがすごくパリのオペラ座だったりとか、もうね1時間でも眺めてられるっていうぐらいに好きなんですね。だからやっぱりそういう、それもやっぱり一つね歴史であり文化なんですけれど、なんかその
オーケストラのスコアも、ね、建築的なところがきっとあるなと思いますし、なんかその積み上げてきた時間と建物とっていうのは、ボストン行った時もニューイングランド地方のあの建物だなとか、映画で見たなとかね、やっぱそういうロマンも感じながら、そうだしね、飛行機も僕好きなんですね、この今もね仕事でねいろんなところ行かせていただきますけど、内心すごいワクワクしてます。さて今日から始まっております葉加瀬太郎のオーケストラコンサートツアーで、今年は棒を振っていただいていると、指揮をやっていただいております。はいね、初日ですよね。初日でもリハーサルすごい充実してたよね。もうあっという間で4日間やらせていただいたけれども、本当にあっという間ですね。ね、まあこれで終わらないけどね、まだまだこれからもあるし、あれだけど、てか、昨日連絡行った2分の2曲目変えます、変えます、だからどんどん変わっていきます。業務連絡業務連絡もあるよね。あと最後から2曲目のあの曲はサイズ変えます。長くなります。でそういうのもだ日々じゃないですか、うちの現場はもう日進月歩ですね。日進月歩ですよね。だからそれが楽しくて、これまたツアー始まってからもそういうことは起こりますから、やっぱりああするわこうするわっていうことで毎回作っていくのが、僕はそういうのが好きだからね。もうザ・クリエイティブな現場ですよね。やっぱりそうじゃないとさ、面白くないじゃないですか。いや素敵だからずっとそれをやっていくということです。でも、なかなか楽しいね。本当にね、なんか直哉の指揮すごい頼もしいし、本当ですか。とっても僕はもう信頼して、だからそんなに見ることなくたっても安心してるからさ。うわそれははいどうぞみたいな気分ですよ。好きにやってくれいっていやでも本当に背中でね太郎さんの音色を感じられる嬉しさですよ。本当にそうだよな。またちっちゃい時からっていう話があるわけだからな、でも本当にこの出会いがあって、これからいろんなこと一緒に作っていくとは思いますけど、よろしくお願いしますということで。そして直哉のポップスオーケストラってのはあれいつぐらいからやってるんですか？これはね2021年の12月ぐらいから、もうすぐ5年経っちゃいますねっていう感じなんですけど、直哉いわきポップスオーケストラ、頭文字取ってニポって皆さんに呼んでいただけたらななんて思うんですけど、これはそれこそそのボストンポップスオーケストラとか、イギリスのジョン・ウィルソンオーケストラっていうのがあって、もう大好きなんですけど、それをロールモデルに、今自分がそういうオーケストラという形でやっていたらどんな音がするだろう、どんな音楽ができるかなということで立ち上げまして、これまでそれこそね武部聡さんのプロデュースで、薬師丸ひろ子さん、川崎隆也さん、そしてクレバさん、で今後もいろいろやっていくんですけれども、そんなシンガーの方とねご一緒したりとか、あとオーケストラだけでいろんな映画音楽や僕のオリジナルやをやっていくというのがこのオーケストラになりますね。いいですね。からもう当然のことながら、世界で挑戦する夢っていうのはやっぱり一つですよね。そうですね、もうやっぱりアメリカにいたというのもあり、人生のどこかでグラミー賞というものに何か引っかかったらいいななんて思いますね。なんか絶対いけるよ。楽しみにしてるよ。頑張りますお父さんの心境ですからね。こうなってくると太郎パパの気持ちで楽しみにしてますよ。頑張ります。最後にこれは必ずゲストの皆さんに伺ってるんですが、直哉にとっての旅というのは一体何ですか？きっと人生を耕すロマンチックな時間と足跡なのかなと。いいね。やっぱり僕多分ねロマンチックなことが好きなんですよね。知ってる多分ね音楽を聴いていただいてもそうだろうなというのはあるかと思うんですけど、やっぱりこのいろんなところに行っていろんな人と話して文化に触れてっていうのは自分の人生を耕すことに間違いはないかなと思うし、それが足跡となってその後を歩んでいく、それが旅なのかなと思います。楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。